史上最強豆腐料理爆誕。どうも小麦です。今日は梅雨の中休み。川のせせらぎが心地いい。空気が澄んでいるね。そんな日はおやきだよね。今日も湯種で生地を作るよ。生地の分量の詳細は概要欄へ。出番だよ、メランジュールロボ。15年選手とは思えないパワーだね。このチャンネルではここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど概要欄にいろんな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて今日の合言葉は野菜くずはごちそう。コメント欄に書いてみて。まったりしてるとこごめんね。君たちが散らかしまくった猫砂をこまめに掃除しないとね。相変わらずフットワークが軽いね、よしひこ。お疲れさん。みーちょさんもお疲れさん。卵ハンターの狙いは一つ。新鮮野菜もゲットだ。ただいま。竜の雲が現れた。猫スタンプ。ハンニャンはもどきかな。チョロコが昔脱走した時にチョロコをこの家まで連れてきてくれた子。チョロコに柄が似てるからもどきって名付けたよ。今日はおやきの他にちょっと変わったおかずを作るんだ。ショートで流れてきた豆腐料理。味付けはアレンジするけど見た目はほぼパクリだよ。パクリ元のショート動画も概要欄に貼っておくね。とりあえずおやきの具材を作ろうかな。今日は簡単に人参とじゃがいものきんぴらにするよ。おやきと言いながら今日のメインは豆腐料理みたいなもんだからね。具材多いよね。でもほら、余ったら旦那氏のおやつになるから。窓辺のチョロコさん。怪しい人影が横切りましたね。チョロコさん反応早い。次は豆腐料理の具材を仕込むよ。今日のおかずは和風あんかけ肉豆腐。元動画は中華料理だったから大幅アレンジだね。今切ってる野菜全部野菜くず。くずなんて言っちゃ失礼だね。立派な食材だ。型崩れしないように塩水に豆腐を10分ほどつけておくよ。
1丁40円の豆腐を2丁。80円のメインディッシュだ。肉あんに味付けするよ。味付けは合法パウダーと醤油とオイスターソース。合法パウダーとは塩コショウとコンソメと寿司の粉を合わせたオリジナル調味料だ。これがあればいつだってコンソメパンチの味が楽しめるんだ。しっかり混ぜたらしばらく置いておくよ。雨が降ってきたかと思ったらアメンボウの大群だった。てぬ、簡単なきんぴらを作ろう。人参とじゃがいもだけのきんぴら。お酒で少し蒸し焼きだ。万能合法パウダーと砂糖。締めの醤油で完成だ。醤油の国の人でよかったとしみじみ思う。よその国では味を決めるのに数種類のスパイスを必要とする。日本だと仕上げに醤油を一回しだもんね。塩水でしまった豆腐たち。豆腐の上部を四角くくり抜くよ。塩水のおかげで形が崩れないね。くり抜いた豆腐も肉あんに混ぜてやろう。鶏ひき肉と人参、じゃがいもくず、そしてネギと豆腐と卵のハーモニー。寄せ集め感がすごい。思いのほか具沢山になった。しばしおやすみ。さあ、おやきタイムだ。湯種でもっちりと仕上がった生地。今回は12等分にするよ。湯種の生地はベンチタイムいらず。早速きんぴらを包んでいこうかな。
包んでる間に私のポッドキャストのご紹介。今日紹介するポッドキャストは、ポジティブ思考が毒になるというお話。引き寄せの法則では、ポジティブな言葉を使うのがセオリーみたいになってるけど、そのやり方がどうしても合わない人っているんだよね。心が深く落ち込んでいる時の無理なポジティブ思考は、現状との格差からかえって強い欠乏感を生む狂気になるよって話。そんな時はプライドや弱さも含めたどん底の自分をまずそのまま認めよう。脳科学的な拒絶反応を例に、現実を直視して心のざわつきを消すことで初めて本来の豊かな感情が巡り出す仕組みを解説しているよ。そんなポッドキャストに興味がある方は概要欄の URL から。包み作業とポッドキャスト紹介の相性が良くて草。このまま食べても美味しいきんぴらだけど、皮で包むとなお美味しい。ダブルフライパンシステム作動。こんなもんおやきで油伸ばしたったらええんです。あれ、フライパンサイズ間違えたな。表面積の小さいフライパンに切り替えた。おやきの火加減調整は繊細に。まずは軽く焼き目をつける。水で蒸し焼きにするから最初に焼き目をつけると生地がドロドロにならないよ。今回はあんにすでに火が通ってるから水の量はこれくらい。しっかり火を通したい具材の時はかぶるくらいの水分で蒸し焼きにしてね。最後に強火で水分を飛ばして表面をカリッと仕上げる。このカリッと仕上げが美味しいんだよね。もう一つのフライパンも仕上げに入る。隣のコンロでステルス焼きをしていたよ。さあ、実はこっちがメインな気がする肉豆腐。豆腐の穴に肉あんを詰めて肉を下にしてフライパンに敷く。このフライパン、おやきの最初に油だけをひいたやつ。ごま油一滴だって無駄にはしないよ。
まずはしっかり焼いていく。ほら、もう美味しそう。一旦取り出す。白菜を下に敷いて和風だしで煮込むんだ。なんかこの工程中華っぽいよね。余ったネギも一緒に煮込んだろ。ほら、もう美味しい。少し余らせておいた出汁に片栗粉を溶いたやつを注ぎ込む。ほら、完璧だ。こんなもんさ、美味しくないわけないよね。今日の主食はおやきだけど、これご飯に合うよね、きっと。主役の座を奪われたおやきを盛り付けるよ。大丈夫、君だって美味しいよ。おやきとあんかけ肉豆腐が完成したよ。それではいただこうか。米、準備されてて草。まあ、そうだよね。このおかずで米がないなんてありえないよね。あんかけ肉豆腐食べてみよう。これ飛ぶやつだ。手が止まらないやつ。そして湯種のもっちりおやき。スープに浸しても絶品。おやきはいいとしてこの肉豆腐ぜひ作ってみてほしい。世に出回る無限何々とか麻薬何々と冠のつくメニュー、すべてを凌駕するよ。旦那し豆腐をご飯に乗せ始める。新しい食べ方を開発したようだ。おやきとあんかけ肉豆腐美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？野菜くずはごちそう。